フィルコが誇るメカニカルキーボードマジェスタッチシリーズ。現在ではサイズや形状、キースイッチの組み合わせなどから様々な機種が存在していますが、一番最初に登場したマジェスタッチはどんなキーボードだったのかご存知でしょうか。今回はマジェスタッチシリーズの元祖である初代マジェスタッチをご紹介します。勝手にフィルココレクション。2004年12月4日、フィルコからチェリー MX スイッチを採用した新しいメカニカルキーボードが発売されました。それがマジェスタッチです。その記念すべき第1弾は車軸スイッチのみのラインナップとなっており、現在のように軸の色が複数用意されていたわけではありませんでした。この当時は日本のメーカーでチェリー MX スイッチを PC 用キーボードに採用した例がほとんどなく、好みや用途によって店頭で軸の色を選ぶような時代ではなかったように思います。なお、マジェスタッチよりも前にチェリー MX スイッチを採用したコンパクトキーボードとして茶軸の FKB91JP と黒軸の FKB91JU という機種が販売されており、意外なことにフィルコとしてはマジェスタッチがチェリー MX スイッチの初採用というわけではなかったりします。発売当初のラインナップは本体のカラーがブラックとホワイトの2色で、それぞれにキーキャップのカナ表記ありとカナ表記なしが選べる4種類のモデルで登場しました。10キーレスモデルや英語配列も存在しておらず、これは後に追加される形で発売されます。型式の命名規則を見てみましょう。最初の FKB はマジェスタッチ以前のキーボードでも慣例的に使用されていました。おそらく深い意味はなく、単純にフィルコのキーボード的な意味合いなのではないかと思っています。続く数字の108はキーの数を表します。これもフィルコのキーボードとしては慣例となっており、マジェスタッチが登場する以前の製品でも FKB と数字の組み合わせが表記されてきました。 J と N はキートップの印字を表しており、J はキートップのカナ表記があるタイプで、N はカナ表記がないタイプとなります。そして最後の B または W は本体のカラーで、B がブラック、W がホワイトとなります。型式の命名規則自体は最新モデルのマジェスタッチ3とほとんど変わらないのですが、この型式表記に違和感を持たれた方はもう立派なフィルコマニアです。後継機種にあたるマジェスタッチ2やマジェスタッチ3ではFKB の後に N がついた FKBN で始まる型式になっているのですが、初代にはそれがありません。この N は何なのかというと、 N キーロールオーバーに対応していることを表しており、初代ではこれに非対応だったため N がない型式となっています。というよりも後から発売された機種で N が追加されたという表現の方が正しいですね。それでは外観を見ていきましょう。初代マジェスタッチは外形寸法、キー配列、キーピッチ、そして本体の重量を見るとマジェスタッチ2やマジェスタッチ3と同一になっています。この時点ですでにデザインが完成され、その後20年以上にわたり基本的な設計が変更されていないのです。キーキャップについては表面の加工がマジェスタッチ2などとは若干異なり、マットな質感でサラサラとした手触りになっています。フィルコ公式ホームページによればトップコート処理加工を施している旨が記載されており、おそらくこれがサラサラとした手触りの正体ではないかと思います。続いて裏面を見ていきましょう。裏面のデザインは現在のマジェスタッチとは若干異なり、高さ調整用のスタンドを立てるときに指が入りやすいよう丸くえぐったようなくぼみがあります。またスタンド部分の部品はプラスチックのみで構成されており、滑り止め用のゴムが装着されていないのが特徴です。このためスタンドを立てた時の高さだけが唯一後継機種と異なっています。先述の通り2004年12月に発売された初代マジェスタッチでしたが、実は2007年頃に密かにマイナーチェンジが行われています。マイナーチェンジ後も型式には変更がないため、
当チャンネルでは便宜上、マイナーチェンジ前の個体を前期型、マイナーチェンジ後の個体を後期型と呼ぶことにします。その後期型の個体というのがこちら。並べてみてもパッと見では違いがわかりませんが、よく見ると Windows キーの形状が異なり、Windows マークの周りに丸いくぼみが設けられています。これは同年1月に発売された Windows Vista のデザインに合わせた変更と思われ、Windows Vista 対応を謳うため、マイクロソフトのガイドラインに沿って変更されたのではないかと推測します。さらに、裏面を見るとその差は一目瞭然です。なんと後期型では、このように形状が変更され、スタンドもゴム付きの部品に変更されました。これにより、マジェスタッチ2以降の機種とよく似た形状になりました。新商品でもないのに、コストのかかる新しい金型を起こしている気合の入れよう、よほどの事情があったのではないかと思います。それではキーキャップを取り外して、キースイッチを見ていきましょう。発売当初、キースイッチは茶軸のみのラインナップでした。鉄板にがっちりとキースイッチが固定され、その下の基板にハンダ付けされている構造、そしてスペースキーやエンターキーなど、スタビライザーがついた大型のキーについても、外観上の違いはあまりないように思います。このように、これぞマジェスタッチという構造は、この時点で完成されていたようです。当然のことながらホットスワップには対応しておらず、これもマジェスタッチ3まで引き継がれています。ところがよく見てみると、違和感を感じるところがあるのです。それがこちら。お分かりいただけただろうか。なんと、スペースキーの部分だけ、黒軸のキースイッチが装着されているのです。これは前期型のみに見られる仕様で、後期型ではスペースキーも含め全てのキースイッチが茶軸になっています。当時、どのような思想に基づいてこの仕様となったのかは定かではありませんが、これはぜひ中の人の見解を聞いてみたいですね。それでは当チャンネルのお約束、キーの打鍵音チェックと打鍵感を見ていきましょう。まずは一つずつキーを打鍵していきますが、その後に簡単な文章入力の打鍵音も続きます。
それでは、引き続き文章入力の打鍵音もお楽しみください。今回のまとめです。初代マジェスタッチは2004年の12月に発売されました。発売当初のラインナップはチェリー MX の茶軸モデルのみで、日本語配列のカナ表記あり、カナ表記なし、そして本体色はブラックとホワイトという全4種類でした。発売時点では日本語108キーのみで、点キーレスモデルや英語配列はありませんでした。2007年頃にマイナーチェンジが行われ、前期型と後期型では背面の形状、スタンドのゴム足、スペースキーのキースイッチなど一部の仕様が変更されました。特に後期型では外観からわかる範囲の仕様がほぼ完成され、現在のマジェスタッチ3まで多くの要素が引き継がれています。勝手にフィルココレクション、今回の動画はここまでとなります。マジェスタッチ編では初代マジェスタッチに後から追加された機種や限定モデルについても紹介していきたいと思いますので、どうぞお楽しみに。チャンネル登録や高評価、コメントをいただけるとウプ主がとてつもなく喜びますので、ぜひぜひお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお目にかかりましょう。バイバイ。